こんなつけ麺があったんやっていう奈良に今感動してます。今まで食べてきたつけ麺で一番美味しいです。めっちゃかけはりますね。辛いも好きなんです。やっぱりここ最高で美味しいです。メジカ、グルメ、サバですね。あと昆布が、昆布の粉が。つけ麺っていうなんかジャンルはまだまだそこまで浸透してないと思うんでね、ここでもっとたくさんのお客様にチャレンジして食べてもらいたいですね。和歌山です。友達が奈良県の友達がここ美味しいって言ってたんで。大阪から来ました。噂を聞きましたよ。せっかくなんで美味しいお昼食べて午後頑張ろうかなって感じですね。そうですね。めっちゃグツグツしてる。めっちゃグツグツしてる。写真撮ったから映るから。すごいな。こんなグツグツしてんねや。めっちゃうまいっす。美味しい。スープが熱々で食べれるのがめっちゃ美味しいです。冷たいのと熱いのがやっぱマッチして絡み合って美味しいです。
だけどタレがな濃い美味しいです。もともとはアミューズメント、いわゆるパチンコ店ですね。そこの一社員として働いておりました。次の事業の柱にと思いまして、飲食事業、いわゆるラーメン店ですね、を立ち上げました。それなぜかっていうと、やっぱりパチンコ事業はどうしてもちょっと衰退期にちょっと入ってきてるっていうのも、数年前から感じてたんで、しっかり考えて計画立ててやりたいなと思ったのがまず最初です。変わりました。煮立っとるいい香りですな。又川さんとはもう20年以上前からのお知り合いで、又川さんの方がすごくラーメンの方に興味があるっていうところで、又川さんの会社 OT カンパニーさんの方に一応譲渡するっていう形で、させていただきました。僕自身もう店舗をちょっと縮小させたくて、で大阪の店舗もちょっと売却したりだとかっていう風な感じで。ここから五条って近いので、いろんな共通のお客さんもみんな美味しい美味しいって言ってくださってるので、当初の熱意をずっと忘れずに、これからもその斜面というものを奈良の方にも広げていってもらえたらと思いますので。パンマやでほんちゃん。欲しい。間違えて次の順番の方
を案内しなきゃいけないのに別のお客様を、呼びに行って案内してしまって、順番、間違えてしまったとか、少し忙しくなった時にご迷惑をかけてしまうことが多かった。で3年目ぐらいからやっとこれだったらなんとかやっていけそうだなっていう目処がついた頃から徐々にやっぱ売り上げも良くなってきて。2店舗目を始めたかった一番の理由はそこでのお客様の提供しているものが本当にいいものかどうなのかっていうのをここでやっぱり言葉悪いですけど試してみたかった、つけ麺っていうなんかジャンルはまだまだお客様には浸透してないと思うんでね、ここでもっとたくさんのお客様にチャレンジして食べてもらいたいですね。米の粉3種類で、まず2種類全粒粉。今入れてるのは全粒粉。冷たいお水で小麦と一緒に混ぜていきます。冷たい水でやるからまたサラサラなんですね。常温の水でやっちゃうと塊ができてしまいます。つぶつぶが全粒粉。今度は出来上がった麺を2枚に重ねて圧力かけてまた1枚に麺にコシがついてどんどん強い麺が出来上がってくる。出来上がった麺は今から20分間寝かせます。いろんな製麺会社さんの、麺をいただいたんですけど、ちょっとどうしても合わなくて、で結局自分たちで作った方が、結局コストはねやっぱりかかるんですけど、でもこれやっぱ美味しいって言っているお客様がたくさんおられるんで、こうやって手作りで、やっております。このまま炊くと美味しいとこ出ないんで、要はねこの中に髄っていうのがあってそこがやっぱり美味しいものなんで、しかし割らないとその出汁が出ないんで、これ今から割ります。これは豚の背骨ですね。これ10キロですね。背骨10キロ。それからげんこつ10キロ。あと豚足も10キロで、鶏の足が20キロです。
出すためにちょっと多めに入れてますね。ごまをもともと10キロでやってたんですけど、もう今は10キロ。大体7センチぐらいにしてます。ただ最後成形の部分でこういったところは落とします。これらをもう後でアク取った後に入れます。これで6本入れます。ここへつけます。これ一晩つけます。お醤油をずっと追い出して、これで45分間炊きます。トコトコと炊きます。でもう火消して、次の日の朝まで。約4ミリぐらいを目安に切っております。
三温糖ってわりかしの甘さをしっかり出してくれるのと、醤油とやっぱ合いますね、砂糖が。メジカ、ウルメ、サバですね。あと昆布が入ってます。昆布の粉が。はい。普通ですね、普通の方ですね。盛り付けしながらちょっと見てます。弱そうやったら。はい、いったも。ありがとうございます。いいよ。はい、野付けからいくよ。こっちからいくよ。濃厚です。コシがあるし、いけますよ。癖にならず。おいしい。
もう辛味噌溶いてあります。これ一緒ですね。水入れて。めっちゃかけはりますね。辛いも好きなんです。お待たせいたしました。やっぱりここ最高で美味しいです。うまいです。この一言。パチンコ屋さんと比べるとやっぱりお客様の層がもう全然やっぱ違って飲食店なんでやっぱり子供さんから高校生の子も来られたりいろんなお客様の年代が来ていただけるもうこれがもう最高の魅力かなというところとパチンコ屋さんって喜怒哀楽結構あるんですけどもうラーメン屋さんはもう笑顔しかないですね。はい、もうただただ喜んで帰ってもらえるお腹いっぱいねあって喜んで帰っていただくでまた来ていただきたいなっていう思いで毎日営業しております。1本1本